がごめ昆布っていう種類のね、結構粘りのある昆布が、地を入れすぎると、松前漬けの作り方ということで、松前漬けってね、お正月の定番料理の一つみたいなイメージがあって、意外とね、作りにくそうに感じるんですけれど、松前漬けっていうのはね、材料さえ揃えば簡単に作ることができるので、今日はね、松前漬けの作り方紹介しようかと思いますと。用意するのは、人参と生姜で、これ子持ち昆布または数の子ね、これはなくてもいいんですけれど、お正月でね、数の子嫌いな人って割と多いんで、結構ね、おせちの余りが出たりするので、入れてもいいですし、僕はね、松前漬けは子持ち昆布が入っていた方が好きなので、松前漬け用にね、用意しておくんですけれど、これね、昆布とスルメをね、自分でハサミで切ってもいいんですけれど、このね、手間がね、重労働で、スルメもね、切ろうと思っても一定の細さに切るのが結構難しかったりするんで、正月ってね、何かと忙しいでしょ。なので、こういうね、松前漬けの素みたいな、こういうあらかじめね、スルメと昆布を切って合わせたものがスーパーなんかに売っているので、特にね、昆布はここの昆布じゃなきゃ嫌だとか、スルメはこのスルメが嫌だとか、そういうのがなければ、これね、松前漬けセットみたいなものを利用してもいいんじゃないかなと。スルメがちょっと長いなと思ったら、これはね、適当な大きさに切って、人参、生姜、子持ち昆布を切って合わせるだけと。おそらくは想像以上に難易度が低い料理だと思うので、今回は松前漬けの作り方を紹介しようかと思いますと。自分でスルメと昆布切る場合は、昆布はこれがごめ昆布っていう種類のね、結構粘りのある昆布がおすすめですかね。松前漬けの独特のとろみはこの昆布のとろみなので、だから昆布買う時にね、なんかいろんな種類の昆布があるじゃないですか。日高とか利尻とか。その際にがごめ昆布っていうね、とろみのある昆布を選んでくださいと。これ意外と皆さん知らないと思うんですけれど、利尻とか羅臼とかね、日高とか昆布って名前がついてるじゃないですか。あれね、みんな産地の違いだと思ってるんですけれど、あれはね、明確に種類の違う昆布だから、利尻は色が出ないとか、羅臼は色が出るけど味がしっかり出るとか、明らかに特徴が違うのは、あれはね、別に産地によって差があるんではなくて、種類が違うんで、差があると。で、値段で言うとね、真昆布っていうね、種類の昆布が一番高くて、その後ね、羅臼か利尻か、等級がもちろんね、特級だとか、2級だとかあるんで、差はあるんですが、基本的にね、同じランクのもので言うと、真昆布、羅臼、利尻、日高みたいな順番で並ぶことが多いですかね。がごめっていうのはね、昆布の中でも特に粘りの強い昆布と。意外とね、昆布も調べ出すと面白いと思うんで、よかったらね、検索すると詳しく出てくると思うんで調べてみてくださいと。スルメとね、昆布と細く切れたら、続いて材料を細く切っていきます。人参と生姜を、千切りにするんですけれど、この時にね、こういうなんていうんですか、和え物っていうのかな、複数のね食材を混ぜ合わせる時は、松前漬けなんかは特にね、人参と生姜とスルメと昆布と一緒に食べる料理じゃないですか。なので、このね、ざっくりで構わないんですけど、スルメの長さと人参の長さと、このね、生姜の長さが揃っていると、箸でつまんだ時にね、違和感なく、人参だけ取れちゃうとか生姜だけ取れちゃうとかね、太さが違うと意外と一つの食材だけまとめて取っちゃうなんてことが起こるので、太さとか長さを揃えておくと、なんかね、食べよい松前漬けができますと。で別に切るときはコツなどは特になく、普通の千切りですよね。人参の量だとか生姜の量はもう好みで調整していただいて、
人参だとか生姜だとかね、昆布、スルメ、小餅昆布、それぞれのね分量はねそんなに神経質にならずとも、適当にね生姜が好きなら多めに入れればいいですし、人参が嫌いなら少なめにしてもいいですし、好みで調整していただければと思うので、僕はね言及はしませんかね。人によってはね、人参と生姜をさっとねお湯に通してからつける方もいるんですけれど、僕はねこれね生のまま合わせてしまうので、比較的少なめにはしてますかね。これ生姜なんかねしっかりお湯に通してから入れるなんて方はある程度多めでもそこまでね生姜の辛さが気にならないとは思うんですけれど、生のままだとどうしてもね生姜って辛いので、だからこの辺もね好みで調整してくださいと。なんか正しくはこうやって作りますみたいな作り方ももちろんあるとは思うんですけれど、松前漬けはね一応家庭料理の一つだと僕は思っているので、ここまでねこう決まりとなんか厳密にね守らなきゃいけない決まりがあるというわけではないのかなと。こうしなきゃダメですみたいなものがあるとなんか窮屈になっていく気がするので、こういう料理はねその家庭の味があっていいのかななんて思ったりしますかね。小餅昆布ね、これはね、塩抜きをして醤油地のねだしにつけた小餅昆布ですね。これもねこの人参だとか生姜と、一緒にね口に入って主張しすぎない程度の大きさに切って和えると。小餅昆布を楽しみたければそのまま食べればいいわけで、それぞれが主張しすぎないようにバランスよく切って合わせるっていうのが松前漬けを美味しく作るコツなのかななんて。材料を切ったらほんとねあとは合わせるだけのお料理ですよと。この松前漬けの素を買うとこういうねタレがついてくるんですけれど、タレってね、どのメーカーのものを買っても得てしてね甘い場合が多くて、結構砂糖が効いてるんですよ。正月ってね結構大晦日すき焼きだとかカニだとかごちそうを食べる場合が多くて、で正月元旦もねおせちを食べて親戚の家に行けばねお茶菓子が出てきてで、結構多分胃がね食べ疲れてると思うので、そういう時はねあまりね砂糖が効きすぎてない方がなんか美味しく食べられる気が僕はしているので、甘いのが苦手って方はぜひねこのだしは自分で作ってもいいんじゃないかなと。漬け地作っていくんですけれど、この地はね好みにもよるんですけれど、僕の場合はね、醤油とみりんと、お酒と1対1対1だから幽庵地と一緒ですよね。だしの香りが欲しければかつおだしを加えてもいいですしってところなんですけれど、松前漬けって漬けて2日目あたりからが食べ頃だと僕は思っていて、2日ぐらい経って昆布のとろみとこの地の味が全体に回ったあたりがね食べ頃かななんて。だからだしを入れるとどうしてもね保存性が悪くなるので、ちょっと濃いめのね地で絡めるのがいいのかななんて思ったりしますかね。沸いてアルコールが飛んだら、火を止めてあとは冷ますだけと。この時にね好みで一味だとかあと唐辛子だとかね、加えても美味しく食べれますんで、その辺はねお好みで調整してくださいと。このね地が冷めたら昆布とスルメを合わせたものの中にこのね地を少し加えますと。ここでねざっくりと全体にこの地を行き渡らせますと。これね最初にね人参と生姜とあと小餅昆布入れてしまってもいいんですけれど、最初に入れるとこのね昆布のねとろみがねなんていうのかな、人参とか生姜の水分と合わさってドロドロになってねなんかうまく混ざんないんですよ。僕の場合はね最初に昆布とスルメだけ入れてで軽く混ぜ合わせて、ここでね水気を少し吸わせて粘りを出しておきますと。
全体に地が行き渡ったら、そこに、人参と生姜を加えますと。混ぜ合わせて、この間にね、どんどん昆布がこの地を吸っていくと思うので、地がねなくなってきたらまた少しね地を足しますと。こう混ぜ合わせているうちにどんどんね昆布とスルメが水分を吸って、松前漬けっぽくなってくると思うので、そうしたら今度ね、小餅昆布を加えますと。なんでこの順番で加えるのかっていうのは、だからその絡みつくっていう話をさっきしたんですけれど、結局はね、食材の水分量を合わせてから混ぜ合わせるっていうイメージですかね。最初に乾燥したものにね汁気を吸わせて、人参だとか生姜のね水分量と合わせてから混ぜ合わせて、でそこからさらにね出汁を加えると、当然ながらねこの小餅昆布だとか数の子というのは人参や生姜よりも水分量が多いので、地を足して最後に小餅昆布または数の子を合わせると。そうすると、合わせやすいと。ただ別にこれね最初に全部合わせて汁加えて、で途中でねタッパーの中で2回3回とかき混ぜれば、おそらくは均一に合わさると思うんですけれど、こういうね仕事もあるよというご紹介でしたと。これでね水分量を見て、もう少しね昆布が地を吸いそうだなと思ったら、このね出汁を加えて、おそらくはこのぐらい昆布が吸うだろうというところで加減してくださいと。食材合わせたら、タッパーか何かに移してね冷蔵庫で一晩寝かせますと。どうしてもねこの汁気が下に溜まるので、途中でね1回2回かき混ぜてあげると、味のねムラがなく均一な松前漬けができますので、その辺はね少しだけ面倒を見て作ってみてくださいと。1日経ちましたと。そうするとだいぶね、昆布からこう粘りが出て全体にね馴染んでいると思うので、そうしたら食べるだけと。これね3日4日持つので少しずつ召し上がってくださいと。地をね合わせる時に言い忘れたんですけれど、地を入れすぎると、当然ながらしょっぱくなりますんで、このね地を入れる量だけはね味見をしながら入れた方がいいのかなと。これね昆布にはよくある話なんですけど、昆布ってねほんとねものによって塩分濃度が全然違うんですよ。地を少し入れて、で昆布がね少し戻った段階で味見をして、少ししょっぱいかなぐらいな加減、人参と生姜とねが入って若干味が薄まるので、1日2日経ってね馴染んだ時に食べ頃になるのかなとは思いますんで、このね地を入れる量だけは気をつけてくださいと。もしね1日経って味見してしょっぱかったら、煮切ったお酒だとかね出汁で少し薄めて、でまたなじませると。もしくは生姜と人参足しちゃうとかね、そうやってちょっと味をね調整して召し上がってくださいと。ということで、松前漬けの作り方でしたと。